皆さん、こんにちは。まなみです。今回はメガポで購入したものをご紹介していきたいと思います。メガポっていうのが9点で行われるセールで 10% 値引きされるのと、購入した後に 10% ポイントで還元されるので、いつもよりお得に買えるっていうセールなんですが、そこで、5種類のコスメを購入したのでご紹介していきたいと思います。まず、ベースが皆さん一番気になるかなと思うので、こちらの2つをご紹介します。こちらがブランの皮脂ゼロエアフィットクッションって書いてあるんですけど SPF50 プラス PA3 プラスあって色が6色展開になっていて私は 21N アイボリーを購入しました。ちょっと明るいかなって感じているのでもう一つ暗い色でも良かったかなと思っているんですけどとりあえずこちらをまずご紹介します。商品説明がコンシーラーがいらない強力なカバー力、パウダーもメイクキープミストもいらない24時間カバー力持続、あとウォータープルーフより強いスウェットプルーフと書いてあります。ここはニキビ肌使用適合判定ということでニキビになりにくい処方になっているみたいなんですけれどもこのパフが結構固めです。なのでファンデーションを取ってもそこまでドバッと取れないタイプになっているので量の調節はしやすくて色味はこのように黄身のあるタイプで人工香料は取り除いているって書いてあるので原料の香りなのかなっていう感じです。あとパフの形とかは塗った時にお見せしているのでそちらをご覧ください。でもう一つがこちらのセルフュージョン C のスキンブレミッシュバームインテンシブ BB クリームで色が3色展開で私はナチュラルライトを購入しました。商品には日焼け防止効果は書いてありません。こちら敏感肌のために低刺激になっていて、あとは赤みと毛穴カバーを長時間してくれるということで、検証の時の仕上がりは特に気に入った商品です。ただ今日すごく肌の赤みが強くて、あまり擦りたくないので指で塗ってみたんですけど結構ザラつきとかが出てしまったので検証の時に使用している道具だったり日焼け止めと合わせた方がいいなって感じております。肌を落ち着かせてくれるエクトインや6種のペプチドで張りや弾力をサポート、あとセラミドで肌をケアしてくれてヒアルロン酸なども入っているそうです。単品で使った時のカバー力はすごいんですけど若干塗りにくいかなって思ったところもあるのでそれは最後の方でまとめでお話ししようと思います。とこのラドールケラチンオイルヘアミストオスマンサスの香りを購入したのとヨベカロンというシェーディングも購入しました。これも動画の最後の方でお見せします。こちらの B ウォンズのフィトコラーゲンアイセラムスティックでビーガンセラムで肌の奥まで水分補給ができたりとかむくみとかにもいいみたいなんですけどこちらも後でレビューをしますのでぜひそちらをご覧ください。ということでまずはベースコスメを塗っているところと10時間後を撮影したのと最後の方にエアミストシェーディングアイセラムをレビューしておりますのでぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。ということで早速ご覧ください。どうぞ。それでは今日はブランネイチャーのクッションファンデを塗っていくんですが左右で日焼け止めを変えたいなと思ったのとあとパウダーももしかしたら変えるかもしれません。ということでこのクッションファンデを塗っていきます。結構分厚いです。で雫型のパフで穴が開いている部分と普通の部分で分かれています。日焼け止めは左側はこちらのスキンアクアのヒアルロンセラム UV SPF50 プラス PA4 プラスを使って右側はこのノブの UV ミルク EX SPF32 PA3 プラスを塗っていきます。こちらには3回入りでこちらは入っていないので結果が変わるのか試していこうと思います。取って蓋でなじませて塗っていきます。
下は少しザラザラした質感になっているので、ファンデーションの調節はしやすいです。しっかりめにつけた方が良さそうですね。蓋で調節してから塗ろうとすると、意外とファンデーションの量が少なくて乗らないので、ここまで調節しすぎない方がいいと思います。意外と薄く塗りますね。もう少し厚みのあるタイプなのかと思いきや、薄く塗りました。密着もしてくれていて、今のところ好きですね。ベタっとつく感じがなくて、とってもいいです。だからいつもランキング上位にいるんですね。左側に塗りました。こちら側にノブの日焼け止めを塗っていて、トーンアップしているので、素肌との比較っていうのができないんですが、とっても綺麗になりました。カバー力もちょうど良くて、なさすぎず、すっごく高すぎず、こんな感じなんですけれども、綺麗ですよね。塗ってる感も出すぎず、でもカバーしてくれるっていう印象で、かなり気に入っております。反対にも塗っていきます。こちらは日焼け止めを塗ると少しマットというほどではないんですけど、スキンアクアと比べるとよりツヤは少ない方なので、その上から塗るとちょっとマットすぎる感じで毛穴落ちしてしまうかなって思います。少し毛穴落ちはありますね。私の肌だとみずみずしい化粧下地とか日焼け止めと合わせた方が綺麗に乗るクッションファンデーションです。ノブを塗った方はある程度しっかり塗っているなっていう印象になりました。両方塗り終えました。ツヤ感に差があって、こちらの方が少しツヤっとしていてセミツヤぐらいな仕上がりで、こちらセミマットからマットの間くらいですね。こちらに比べるとかなりマットめです。で、頬を比べてみるとこのようにカバー力の差もあります。やっぱりこちらの方が自然かなって思うんですが、こちらはハイカバーに近くてかなりしっかりめにカバーされています。全体的に明るい色で、その上で毛穴落ちをしているので、そこまで目立たないんですけれども、少しパウダーを重ねてみて隠せるのか見てみようと思います。個人的にはこちら側の仕上がりの方が気に入りました。なんかすごくツヤツヤに見えているかもしれませんが、実際はほのかなツヤくらいなので、とても気に入っています。左側には資生堂のシンクロスキンインビジブルシルクルースパウダーのマットを塗っていきます。反対側はこのゲランのパウダーを塗ってみたいなと思って、こちらブラシで塗ります。久しぶりにこのパウダーの香りを嗅いだんですけど、やっぱり強いですね。ゲランって私ファンデーションが好きなんですが、それも香りは強いんですけど、パウダーでも香りが強いってすごいなって思います。パウダーまで塗り終えました。デコはこんな感じで、両方ともマットにしていますが、やっぱり自然な感じがして、私はこちらの方が好きです。やっぱり比べるとこの辺りの赤みとかは少し気になるんですけど、でもこれぐらいの方が自然でいいと思うので、私はこれから使う時はスキンアクアと合わせて、パウダーはその時の気分で変えようかなと思いますが、とりあえず資生堂のパウダーとの相性は良さそうです。ざらつきが出たりとかはないので、カバーしてくれているけど自然な肌に仕上がりました。ということで次は10時間後に撮影をします。こちらは10時間後の動画です。おでこですが、やはりこちら側の方がツヤ感は多いんですけれども、でもテカっているっていうほどではなく、全然綺麗かなと思います。で、頬はやはりこちら側は毛穴落ちが普通に見えるっていう感じで、そんなに綺麗ではないなと思うんですけど、でも
テカリはかなり抑えられていて、鼻周りを少し抑えてしまえば全然綺麗だと思います。なので普段毛穴落ちが気になったことは全くないという方だったら、この組み合わせでもいいと思うんですけれども、私の肌にはこちらの方が合っていました。こちらと比べるとやっぱりテカっているんですけれども、でもよれとかもないですし、毛穴落ちもしていなくて、本当にここに皮脂が出てきただけっていう印象なので、とてもいいですね。あと、ダークニングとかもほぼないかなと思っていて、とても綺麗にキープされています。ティッシュオフだけで綺麗になると思うので、後でやってみますね。ティッシュで押さえてみます。やっぱりいいです。こんな感じ、少しファンデーションが取れるかなくらいなので、全然カバー力が落ちたりとかもせず、塗り直さなくてもいいんじゃないかなって思います。一応、エトボスのパウダーだけ重ねてみます。こんな感じで、厚塗り感とかもなくカバーできるので、おすすめしたいと思います。日焼け止めはもう塗ったので、この BB クリームを試していくんですが、その前にサンプルでついてきたトーンアップの日焼け止めを片側に塗ろうと思います。クリームタイプです。こんな色味なんですけど、ピンクベージュのようなカラーかなと思います。それではこちら側に塗っていきます。今肌が敏感で若干痛いんですけど、これね、昨日、一昨日の夜はこの辺りのブツブツしているものが真っ赤で、かゆみがあったりとかしたんですよね。あまり肌の状態は良くないんですけど、そんな時でも使えるのかを見ていきたいと思います。トーンアップはすごく強いのかと思っていましたが、全然そんなことなく自然に若干トーンアップしてるかなくらいな感じです。言われないとわからないくらいのトーンアップ力なので、すごく使いやすいです。それでは BB クリームを塗っていきます。ナチュラルライトっていう色を購入したんですけど、こんな色味でかなりペタペタする粘度の高い BB クリームです。左側は資生堂の131番のブラシで塗っていきます。やっぱり粘度が高いので広げるときも重たい感覚があります。この前ティフレのメイキャップクリーム UV っていうのをレビューしたと思うんですけど、それよりはカバー力が高くて、あと明るいですね。この部分の赤みが強いので指でポンポンと塗ってみます。ここまで重たいと塗りづらいのかなって思っていたんですけど、全然ムラなく、ブラシの線とかもほぼできずに塗れていて、綺麗に塗れますね。おでこはこんな感じです。思ったよりカバーされました。赤みとかも結構カバーされていますよね。おでこくらいの黒ずみは隠してくれていて、黒ずみが強いところとか、ニキビの跡とかになっているところは普通に見えているかなぐらいなので、そこまでメイクはしてるけど、すごく塗った感の強いような BB ではないので、デイリーに使いやすいタイプだと思います。反対はスパチュラと、これ多分プレゼントでついてきたものだと思うんですけど、このピカソのパフを使っていきたいと思います。それでは伸ばしたいんですけど、これ多分いつも通りにつけようと思ったらすごく量が多くなると思うので、これ今でも量多いですよね。どうしよう。ちょっと指で取ります。伸ばす感じで塗ってみます。こすってもそんなに毛穴落ちしないタイプの
BB ですね。でも塗りやすいです。で、ブラシで塗るよりもカバー力は上がっていて、頬とかを比べると赤みが隠れているなって感じるので、ナチュラルめにでもカバーしたいっていう方はこのパフ塗りがおすすめです。BB クリームを全顔に塗り終えました。おでこはこんな感じで、やっぱり下地で若干ほんのわずかですけどトーンアップしたからか、こちらの方が白っぽい明るさがあります。といっても頬の色味はそこまで変わらないなと思ったので、おでこだけ塗る量が多かったのかなっていう気はするんですけど、どちらも綺麗に塗れました。光を遮ってみますと、このように赤みとかは見えるくらいのカバー力なんですが、ブラシで塗った方はこのくらいのナチュラルなカバー力で、パフ塗りはこんな感じで、こちらよりはしっかりめに塗れたんですけど、でも全然ニキビとか赤みは見えているのでナチュラルめだなって思います。こっちのしっかりめに塗れた方はミディアムくらいのカバー力あるなっていう印象で、こちらローからミディアムの間くらいのカバー力です。最後にパウダーを塗っていきます。資生堂のシンクロスキンインビジブルシルクルースパウダーのマットです。こちらの方がカバー力が高く仕上がったので、こちらにパウダーを塗って経過を見ていきたいと思います。右側にパウダーを塗り終えました。こちら BB を塗った方もツヤはあるんですけど、テカテカ感のあるツヤではなくて、クリームを塗ったツヤっていうんでしょうか。頬を見ていただいた方が分かりやすいかなと思うんですけど、重たいものを塗ってツヤツヤにしてますみたいな感じではないので、張りのある感じに見えていいなと思います。それがパウダーを塗るとこのようになって、毛穴とかもこう見えるのがこんな感じで抑えられているので、こちらの肌はとても綺麗だなって感じています。カバーもされているので、お出かけするけどそんなに力を入れすぎないメイクをしたい時に使えるなって思いました。こちら10時間後の動画です。おでこはこんな感じで、ダークニングはないですね。テカり方なんですけど、やはり何も塗っていない方はテカテカで、パウダーを塗った方もかなりテカってきました。頬を比べるとですね、この辺りのテカり方は左右で比べてもそんなに変わらないかなっていうのと、鼻も同じぐらいテカっています。肝心の頬はよれてはないですし、浮いてきたりとかもしていないので、ティッシュオフでどこまで回復するかっていう感じなんですけど、テカっているだけかなと思います。これだけテカっているにもかかわらず、ダークニングがないのがすごいなと思いました。赤みは結構見えていますが、どこまで治るのか見てみようと思います。こんな感じでティッシュオフをしてもそんなに BB は落ちませんでしたし、ざらつきもちょっと出たりはしていますが、気になるほどではないです。今日使った BB は重たくて意外とその場にピタッととどまってくれる感じはあったので、そのおかげでそこまで崩れていないのかなと思います。エトボスのパウダーを重ねてみると良くないですか？個人的には量をしっかりめに塗ったこちらの方が仕上がりは好きなんですけど、塗った感があまり出ないのが良ければブラシで薄く伸ばすのもありだと思います。テカテカになってティッシュオフした時にもう素肌と変わりませんみたいな時もあるんですけど、この BB はそういうこともなく、赤みは結構こちら側に比べたら見えていますが、だいぶ綺麗に直せました。冬で肌が乾燥しやすいなっていう方は、そこまでテカらずにこの BB は使えるんじゃないかなって思いました。ということで、ここまでベースコスメのレビューをご覧いただきましたが、あとシェーディングとヘアミストとアイセラム
があるので、そちらをお見せしようと思います。今、メイクをほぼ完成させてきたんですけど、次はシェーディングをお見せしようと思います。初めて使うんですけど、こんな色、グレー系のカラーで2層式になっているんですけど、下にブラシも入っています。広範囲に塗れるようなブラシです。肌あたりはいいです。細いんですけど大きいので鼻筋には入れづらそうということで、最近の必需品であるこのブラシで塗っていきます。色味はここに塗っているんですけど、見えないですね。でもこのぐらい見えない色の方が失敗しにくいので、とりあえず塗ってみます。大きいブラシの側面を使って鼻筋を描いて、チフレと似ている薄さと言いますか、チフレの方がもう少し薄かった気がしますが、少し似ている気がします。チフレの方がグレー味が強いかな。チフレを塗った時に感じた失敗しなさそうな薄さだなっていうのがこれでも感じました。ということで鼻先にも描いていきます。これぐらいにしておこうかな。実際に見たらそこまで濃くもないよなと思っても、動画で見返すとすごいここだけ暗い色が入ってるなっていうのがわかるので、薄めに入れて、もうちょっとここは入れてもいいかな。こんな感じですね。使いやすいですね。手に入りやすさで言うとこちらチフレでもいいのかなって思うんですけど、でもチフレのグレーよりはちょっと赤みが入っているので、もう少しナチュラルだけどチフレよりはしっかりめに入れたい時に使おうかなと思います。デイリーに使いやすい濃さで良かったです。で、次はこちらのヘアミストです。2層式になっていて、上にオイルが入っているのがわかるかなと思います。これはアンズ、スモモなどの甘いフルーティーな香りの初タッチの後に満開した花畑で暖かい日差しが照らすような鮮やかなフラワーノートが加わり、親密で感覚的で躍動感あふれる香りって書いてあります。オスマンサスなので金木犀の香りっていうことなんですが、私は結構好きな香りです。で、水分だけ髪につけたいっていう方は振らずにスプレーするといいみたいで、オイルのしっとり感もしっかり欲しいっていう時はちゃんと振ってからかけるのがおすすめだそうです。今日の髪の毛、黒い服を着てしまいましたね。こんな感じでパサパサなんですけど、この髪に吹きかけようと思います。で、ミストは結構細かいです。で、よく振って、この香りって美容室でよく嗅ぐ香りですね。いい匂いです。なんか全然重たくないので使いやすいです。乾くのを待って比較しようと思います。で、最後がこちらです。ビーウォンズのヒトコラーゲンアイセラムスティックです。これは以前メガポのボックスをよくご紹介していたんですけれども、その中に入っていてプレゼントしていただいた商品で、その時使ってみたらとっても良くてリピ買いしました。テクスチャーが美容液みたいな感じで、クリームっていうほどすっごくしっかりしたこっくりしたクリームではなくて、そこが使いやすいので気に入っています。お見せしますと、先端はこんな感じでローラーがついていて、ここを押すと上にこんな感じで出てくるんですね。これを目元につけてこうローリングしながら馴染ませていくっていうタイプで、いつも使い終わったら拭いているんですけど、香りが柑橘系なのでヘアミストの香りで全然わからなくなってしまっていますが、柑橘系の香りがしていい香りで癒されるのと、あとこのボールがひんやりしているのでクーリング感があって目元の疲れも少し軽減されるような気がしますし、多分朝使ったら少し目が覚めるんじゃないかなって思います。私は夜使っているのでひんやりして気持ちいいなぐらいで使っているんですけれども、とてもいいアイセラムだなと思って使っています。で、私はかなり重たいクリームを目元に使うと毛穴が詰まってしまうのか白いプツプツができてしまって、あまり重たいアイクリームは好きではないんですが、これはとても軽いので使いやすいです。ただちょっと一昨日くらいかな、のこの辺りに赤い、多分ニキビだと思うんですけどプツプツってできていて、これのせいなのかただ体調とかホルモンバランスのせいなのかわからないので今使うのをやめているんですけど、今落ち着いてきたのでまた使おうかなと思っているんですが、以前は全然荒れなかったんですけど今荒れるようになってしまったのかっていうのを実験したいなと思っているので、これはすぐ結果は出ないかなと思うので
概要欄の方にどうなったか書いておきたいと思います。ちなみに刺激は少ないっていうテスト結果が出ているみたいです。竹の樹液とか弾力を出してくれる植物性コラーゲンが入っていて、タンパク質とアミノ酸が豊富。あとはですね、これなんて言うんでしょう。レイシっていうキノコの茎エキスが入っているそうです。これでクーリング感を与えられるっていうことで面白いですね。はい。で、髪の毛は乾きましたかね。こちら側に比べて少しパサつきを抑えられていて、でも全然重たくない感じですね。オイルをつけるとペターって感じになってしまって、つけすぎなのが悪いんですが、加減が難しいなって思うことが多いんですけど、これだったらかなりかけましたが、そこまで全然ベタベタにはなっていないので、使いやすいと思います。軽すぎず重すぎずっていう感じですね。これかなりいいかも。ちょっと家族にも使ってみてもらって感想を聞きたいと思います。ケラチンオイルっていうことなので、ケラチンって髪にもいいじゃないですか。このパサつきがちな髪の毛をどうにかしてくれるかなと思って買ったので、どんどん使っていこうと思います。香りもそんな強すぎないので、全然使えそうです。ということでレビューをご覧いただきましたが、ここからは長所と短所をお話ししていきたいと思います。まずこちらのブランのクッションファンデーションですが、スキンアクアの日焼け止めと併用した時綺麗に塗れました。10時間後は皮脂が出てくるのでテカってしまいますが、その皮脂を取ってしまえば綺麗に治ったので、塗り直さなくてもその上からパウダーとかを重ねなくても綺麗だなと思います。ティッシュに取れるのもほぼ油分っていう感じなので、長時間メイクをしないといけない時に使うのもありだと思います。短所は単品使いだとかなりマットなクッションファンデなので、肌がマットな状態でその上から塗ると塗りづらかったですし、あと毛穴落ちもしてしまいました。なので肌を潤わせて保湿系の下地や日焼け止めを塗ってからこのクッションファンデを塗るのがいいと思います。次にこちらのセルフュージョン C の BB は、これもですね、スキンアクアの日焼け止めを塗っているっていう前提だと、ブラシ塗りでもパフ塗りでも綺麗に塗ることができました。あとカバー力もある方なので、特にパフ塗りをした方はカバーされたんですが、塗る量によってカバー力を調節できるのもいいと思います。で、短所はこれは撮影できなかったんですが、本日指塗りをした時にかなりざらつきが出てしまったりとか、あと毛穴落ちとかもしてしまったので、指塗りはやめておいた方がいいかなって思います。あと今日は日焼け止めも塗らなかったので、肌がサラッとしている状態でその上から塗ったんですけれども、うまく塗れなかったので、保湿系の下地とか日焼け止めは必須かなと思います。次はこちらのシェーディングなんですけど、色味も使いやすいカラーでしたし、すごく濃すぎるわけではなくてちょうどいい量がつくので、シェーディングが苦手な方でも使いやすいと思います。私はシェーディングは濃くつきすぎなければ何でもいいかなって思うタイプなので、特に短所は感じませんでした。次はこちらのミストですけど、これも良くて、オイルだとベタっとしてしまうなっていう方にとってもおすすめな商品です。ベタつかずでもしっとりしてくれるヘアミストで、香りもとても良くて美容院でよく嗅ぐなっていう香りだったので、好みな香りの方多いんじゃないかなと思います。あとこの B.Wants のフィトコラーゲンアイセラムスティックですが、これは香りが好きなのと、あと保湿力が高すぎないところが良くて、目の周りのブツブツができませんし、あとリラックスできるなって感じて、目元もひんやりしてむくみとかも取れるそうなのでおすすめです。とりあえずブツブツが出るっていうレビューをした後数日間使っていますが、悪化したりはしていないので、おそらくこの影響ではなかったのかなっていう感じです。なのでどんどん使っていこうと思います。ということで今回ご紹介した中でおすすめしたいなって感じたのはこちらの2つですかね。あと BB も良かったんですけど、それよりはこちらの方が簡単に塗れたので、あと BB よりはテカりにくいのでこちらがおすすめです。で、あとこのラドールのヘアミストは朝髪の毛がパサついているなっていう時に使うのにぴったりだなって感じました。オイルを使うとベタっとして見えてしまう時でも、これだったらベタつかないので
いい香りにもなりますし、とてもおすすめのヘアミストです。ということで、ここまでご覧くださりありがとうございました。気になった商品があった方は概要欄の方にリンクを載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、この動画に高評価と、あとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。